はい、農園ガレージのりょうです。今回は、タントのセルモーターが回らなくて、エンジンがかからなくなったので、その原因を見ていきます。現状、イグニッションキーを、スタートの位置にしても、うんともすんとも言いません。はい、イグニッションをオンにして、セルモーターが回るスタートの位置にするんですが、うんともすんとも言いません。しばらく乗っていなかったので、バッテリーが上がったんだろうと思って、バッテリーを充電したんですけど、こんな状態です。イグニッションの電源は入るのに、うんともすんとも言いません。なので、今回、バッテリーは問題ない場合のセルが回らない故障探求をご紹介します。はい、故障探求をするには、最初、簡単なことからやっていきます。バッテリーは大丈夫なので、まずリレーを見ていきます。タントのスターターのリレーは多分これですね。エンジンルームの中にあるフューズボックスに、この ST と書かれてあるのが多分スターターのリレーだと思います。はい、これが、スターターのリレーです。新品に交換した方が分かりやすいんですが、すぐ隣に同じリレーがあるので、これと入れ替えてみます。これはラジエーターファンのリレーですね。これと入れ替えて、エンジンがかかるか、セルが回るか、ちょっと見てみます。はい、これで一度セルを回してみます。はい、リレーを交換したので、セルを回してみます。変わりませんね。回りません。バッテリーを、充電した直後、セルのピニオンギアが飛び出すカチカチ音はしていたので、リレーは、問題なく動いていると思います。多分ピニオンギアも固着してるんではないでしょうか。はい、続いてセルモーターの単体点検をしていきます。セルモーターはこちらですね。タントの場合、エンジンの後ろ側についています。今はエンジンの下側から覗いています。そして点検方法は、バッテリーの電圧を直接、S 端子に流す直結する方法です。S 端子はこちらですね。この白いカプラーが刺さっている端子が S 端子です。そしてこの黒いゴムカバーがかかっているこの端子が B 端子と言われている端子で、バッテリーの 12V がこちらに常にかかっています。この B 端子とこの S 端子、こちらを配線、リード線などでつないで、直結させる方法で点検していきます。はい、セルモーターを直結してみたいと思います。まず用意するのが、こういった配線を用意します。用意できたら、この白いカプラーが刺さっていた S 端子、こちらにまず配線をつなげます。つなげたら、この B 端子、
この黒いゴムカバーがかかっていた、B 端子に配線をくっつけてつなげます。直結させます。はい、では直結させてみます。何もうんともすんとも言いませんね。多分中で、固着しているものと思われます。この状態でこのセルモーター本体をガンガン叩くと固着が取れてセルが動き出すこともあるんですが、ちょっとやってみます。はい、直結させてセルをちょっとガンガン叩いてみます。ちょっと動きましたね。はい。やっぱり固着してるようです。はい、これでセルモーターの不良と断定できました。はい、これからセルモーターを外していきますが、セルモーターの交換方法は別動画で上げておきます。はい、外したセルモーターです。結構サビサビになってますね。この端子のナットなんかすごい錆びています。はい。同じように、バッテリーにつないで単体点検をしてみたいと思います。はい、バッテリーにつなげた状態です。赤がプラス、黒がマイナスにつなげています。はい、そしてこの S 端子から配線をつなげて B 端子にくっつけてみます。一応動きますね。動かなくなった。ちゃんと動きませんね。ダメですね。こういった状態です。一応中古の安いセルモーターがあったんで、それを買って交換しようかと思うんですけど、一応この古いダメなセルモーターもちょっとバラしてみようかと思います。はい、ではちょっとバラしてみたいと思います。こっちかな。
結構、これはなんだ、ブラシのカスかな。結構カスが溜まってますね。これはどうするんだろう。結構ブラシは残ってそうですね。これがブラシですね。ブラシはまだ残っているようみたいですが、だけど、こっち側か。こっち側のブラシはもうないですね。こっち側はありますけど、こっち側のブラシがもう、だいぶ削れてるのか、引っ込んでるのか。こっち側のブラシがだいぶもう焼けてますね。焼けて削れてる感じですね。はい。古いセルモーターはこんな感じです。一応これだけの部品もあるみたいなんですけど、今回安い中古が見つかったんで、中古で交換したいと思います。はい、中古の部品が届きました。結構物は良さそうです。こちら端子の方がちょっと錆びていますが、全体的には、結構良さそうです。はい、これを一度単体点検してみたいと思います。はい、単体点検してみます。結構いいですね。問題なさそうですね。はい、中古をそのまま取り付けようかと思ったんですが、どうせなら、せっかくならオーバーホールしてちょっと小綺麗にして、取り付けようかと思います。はい、セルモーターオーバーホール後の単体点検をやってみます。おー、すごいですね。
よりスムーズに回るようになりました。はい、ではこれを車両に取り付けていきます。はい、セルモーターの取り付けは完了しました。取り付けの様子は別動画で上げておきます。それではエンジンをかけてみます。はい、セルを回してみます。はい、一発でかかりました。今思えばですね、セルモーターが動かなくなる前に、ちょっとした症状がありました。エンジンをかけるとき、一呼吸置いて、セルが回り出す時があったので、今思えばそれが動かなくなる前の前兆だったと思います。出先でエンジンがかからないじゃ、ちょっとシャレにならないので、セルモーターに違和感を感じたら早めの点検をおすすめします。はい、今回の動画は以上です。セルモーターが回らない原因、バッテリー以外の故障探求でした。最後までご視聴ありがとうございました。